今日は妊娠中期についてのお話をしたいと思います。毎回なんですけど、今回も、妊娠とか出産とかそういったね、関連のキーワードがたくさん出てくると思うので、今、もしそういったね、お話とかそういったキーワードあんまり聞きたくないなって方は、ここで切ってもらうといいかもしれないです。で、なんか同じ状況とかこれからそれが来るよとかね、ちょっと関心がある方は、もしね、参考にしてもらえる部分があれば嬉しいなと思って動画またも撮ってます。もうね、すでに妊娠初期とか、あとつわりの時の動画はいくつか出してると思うんですけど、今回はね、妊娠中期についてをお話ししたいと思います。ちなみに今ね、妊娠後期入ったばっかりです。ちょうど妊娠28週ですね。ちなみに今ね、こんな感じになってます。妊娠28週でこれぐらいになりました。ちなみに毎回言ってるんですけど、妊娠中の出来事とか妊娠の時に起こる症状って本当に個人差が強くって、もう人それぞれなんで症状は。なので、ある一つの例だと思って、私の一例を聞いてもらえれば嬉しいです。じゃあまず、妊娠16週、妊娠中期入ってからですね。妊娠ね、16週、私の場合は、つわりの胃の不快感がね、まだ続いてました。だからもう吐き気もまだあったし、胃がずーっと不快な感じ、なんかムカムカ、結構しんどいなと思って、多分ね、吐き気もまだあったからね、それがしんどくって、で、つわりが続いてるせいで、相変わらずね、マックのフライドポテトとかチーズバーガーとかがすっごい美味しくって、あんまり食べるとね、赤ちゃんにも良くないかなと思ってたんですけど、食べてましたね、ちょこちょこ。で、このね、16週、中期入った頃に、初めてお腹の膨らみを感じた。それまであんまりね、お腹、普通に服着てても、服脱いでも、あんまり妊娠してるお腹っぽくなかったんですよ。つまりストンって感じの、なんか、普通のお腹だったんですけど、ちょっとね、出始めて、下っ腹が、なんかちょっとふっくら出始めてきた頃かな。って言っても、服着ちゃうと全然わかんないから、やっぱり妊娠マークとかつけてないと、周りから妊婦さんってわからない感じでしたね。ちなみにね、これ多分私、つわりの期間が人よりも長かった気がする。なんか普通だと12週入って収まってきて15、6週には終わってるみたいな話をね、ネットで結構見たけど、私は全然その頃は終わってるって言えないぐらいにまだ続いてましたね。そんなピークの時ほどじゃないけど、まだちょっと外に出る元気がないぐらい、家で引きこもってベッドでずっと寝てるぐらいちょっとしんどかった。でね、16週の時に妊婦検診で、その第2の検査があったんですよ。で、そこでね、血液検査をするんですね。血じゃないわ。血をね、取るんですけど、私ね、毎回、その妊娠前からずっとなんですけど、もともとすごい貧血で低血圧だし、やっぱりこういった検査ではね、血取らなきゃいけないからっていう。クワッチ帰ってきた。おかえり、今動画撮ってるよ。はい。でね、血をね、その時に取ったんですね。私そこでね、その日も相変わらず血圧測ったらすごい低血圧で、上が80なかったのか。で、下もすごい低くって、毎回なんですけどね、これいつものことなんですけど、そしたらね、その後に血取ったことで、終わってその場所を出て目の前にある薬局屋さんに入った瞬間、すっごいなんかこう、なんだろう、気持ちも悪いんですけど、なんかね、クラクラっとしてきて、あれやばい、これ大丈夫かな、なんだろうと思ったら、もうね、耳がまず聞こえなくなったんですね。で、あれ耳聞こえないと思った瞬間に、視覚がもう真っ暗になってきて、もう一切何も見えなくなって、私倒れちゃって意識もなくなったんですね。で、そこでなんかどんな風に倒れたか全然覚えてないんですけど、とりあえずなんかパッと気づいた時には、おばさんが横で水持ってきてくれてて、とりあえずその場で休ませてもらって、薬局で1時間ぐらいちょっとね、結構広い椅子がいっぱいある薬局で横になってたんですけど、本当に大変だった。もともとなんかこう血が少ない人とか低血圧とかそういう貧血がよく起こる人は採血の時気をつけた方がいいなと思った。特に妊娠してる時とかお腹に赤ちゃんいるのにね、倒れたりしたら倒れ方によってはちょっとね、赤ちゃんに影響あるかもしれないし、本当に危ないなと思いました。ごめんなさい。ちょっと妊娠とはちょっと関係あるかないかわかんないけど、とりあえず出来事として一つ。この時の血圧書いてるわ。上が75の下が50ぐらいだった。やっぱ低いんですよね、これ多分。で、17週、妊娠に17週にその時次入っ
で、この頃から、葉酸から、鉄分に切り替えました。で切り替えたんですけど、このね、切り替えた日に初めて鉄分を飲んだ日、病院からも言われてたんですけど、もう、つわりがぶり返したんですよ。なんか鉄分取るとつわりがぶり返すっていうの言われてたけど、私もうつわりがピークの時ぐらいにぶり返したから、もうめちゃくちゃしんどくって、もうそれね、1日飲んで次の日もう飲めなかった鉄分で、病院ちょっと産婦人科さんに処方してもらった鉄分だったんで、そこ行って聞いてみたら、それだったらもう無理に飲まなくていいから、とりあえず葉酸を飲み続けて、つわりが完全に終わった頃に鉄分に切り替えたらいいって言われて、ちょっとね、一回切り替えたんですけど、すぐやめてまた葉酸に戻しました。鉄分はちょっとつわり終わってない方はきついと思います。まあ、鉄分の処方してもらうものにもよるのかもしれないけど、でもなんか私、早く鉄分はどっちみち、鉄分って本当に人よりもずっと足りてないタイプだったから飲まなきゃと思って、つわりまだ終わってない頃からまた鉄分飲むことを始めました。でもそれはもうコツがあって、寝るギリギリ直前に飲むんですよ。で、飲んじゃって寝ちゃえば、寝てる間はもう私記憶がないというか、もう私爆睡タイプだからガーって寝てるから、鉄分でしんどくなった数時間を、寝て過ごして乗り越えた感じかな。で、この頃ね、車酔いもひどかった。長時間の車移動はもう本当に無理で、くまさんとなんかこうちょっと用事でどっか行くってなった時も、この用事ももう行かなきゃいけない用事ぐらいの時で、お出かけするレベルの用事じゃないです。でもちょっと3、40分乗るともうきつかった。で、この時にね、そう、出産する産婦人科に切り替えました。韓国の、私の家の近くにある産婦人科さん、歩いてすぐのとこをずっと通ってたんですけど、そこの産婦人科さんすごく良かったんですけど、出産はやってないんですね。病院がもうそもそも妊婦検診までしかできないから。で、まあ、出産する病院を選んで、まあ、いろんな口コミとか聞いて選びましたね。で、韓国って病院ごとにくれる母子手帳が違うんですよ。で、私が普通に通ってた家の近くの母子手帳がこれですね。この母子手帳は私の産婦人科だけじゃなくていろんな産婦人科で配られるんですけど、とりあえず私が通ってた産婦人科さんはこの母子手帳を、選択されてた。病院が選ぶのかな、どういうシステムなのかわからないんだけど、でもなんかネット見てると私の病院通ってた産婦人科以外にもこの母子手帳の病院いくつかありました。で、私が出産する産婦人科さんに切り替えて、いただいたのがこっちの母子手帳ですね。なんかすごいこっちの方が紙がすごい分厚くて硬くってなんかかなりしっかりしたやつなんですけど、はい、こんな感じです。不思議ですよね。日本だとなんか妊娠のなんか診断書かなんかをこうもらって市役所とかで母子手帳をもらうとかいう話も聞いたんですけど、韓国は産婦人科さんでくださりました。ちなみにこの話別の動画でしたかもしれないんですけど、妊娠マーク、妊婦さんマークみたいなやつ、バッグにつけるやつ、あれももらえる場所は、韓国の地下鉄の駅員さんにもらうか、もしくは韓国の保健所行っても母子手帳を見せるとくれるそうです。でね、この頃に出産する、今言った産婦人科を決めて、産婦調理院、日本語で産後調理院ですねを決定しました。これ産婦調理院は出産してその後2週間か3週間ぐらい過ごす病院のことなんですね。韓国ではそういうのがあって、日本でも小雪さんがそれを利用したことですごい話題になったと思うんですけど、そこを予約するんですけど、これはつながってる病院でもいいし、全く別々のところを予約してもいいそうです。いいそうで、私結構迷ったんですよ。私はとりあえずつながってる病院にしたんですね。そっちの方が産んでからすぐ移動が楽なので、結局産婦調理院を一応見学もさせてもらってすごい良かったんで、そっちにしました。でね、ちょっと妊娠の話に戻るんですけど、私の場合妊娠初期より妊娠中期の方が眠気がすごかったです。妊娠初期も眠気はかなりあってすっごい寝てたけど、妊娠中期に入ってさらに寝るようになった。もう本当にね、ざらに24時間は平気で寝てたし、とにかく眠くってすんごい寝てるくせに爆睡もしてるくせに、普段起きてる間もまぶたが重いんですよ。なんか眠
眠いなみたいなぼーっとした感じでずっといた感じですね。でもね、なんかずっと寝るって言ってもすごいなんか妊娠してからトイレが近くなって2時間寝ては起きて2時間寝ては起きてトイレ起きですよ。でも起きてトイレ行ったらすぐまた寝ちゃうから結局ずっと寝てるのと一緒だったんですけど、あとね、妊娠19週に入ってから胎動がなんとなく感じ始めました。空気が動く感じみたいな、ポコ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 みたいな。でも最初それに胎動って気づかなくって、なんか腸の中で空気が動いてる感じがずっと続いてましたね。ポコポコって感じで、途中でそれがちょっと多くなってきて、これ胎動じゃないって思い出してネットでググったら空気動く感じが胎動ですよって書かれてたから多分胎動だったんですね。で、妊娠20週で胎動がはっきりし始めたんですよ。特にベッドで寝そべってる時に頻繁に動くのがわかります。それは今もそうで、なんか自分が動いてたり活動してる時はあんまり気づかないんですけど、横になってる時すっごいもう胎動わかります。でももう私今妊娠後期入っちゃったから、もう活動してる時も今動画撮ってる時もおけってんな、動いてるなーってみたいなはすごいわかりますね。ただこの妊娠19週から20週あたりはまだその始まったばかりだから寝そべってる時しかわかんなかった。でも動いて一時期動いてまたしばらく何も動かなくて多分寝てるんですね。そう、なんかネット見てると20分寝て20分起きて20分寝て20分起きてを赤ちゃんは繰り返すそうなんで、最初の頃は。だから動いてる時は動いてるし、動かなくなったらずっと動いてないしみたいな。で、ここから21週から食欲増加、もうすごいですよ。ここから私食欲がねめちゃくちゃ出てきてめっちゃ食べてた。さらに21週頃からつわりの不快感がほぼなくなって、で22週からがっつりつわりがもう完全になくなったんですよ。で21週ちなみにお腹の膨らみは、さらに目立ってきました。ちょっとこれ下っ腹出てるな、でもまだね下っ腹出てるなレベル出てるけど、妊娠のやつかっていうとただ下っ腹が出てるおじさんみたいな感じで22週からここからがね、もうつわりでの今の不快感はなくなったわ、もう食欲は出るわ、ご飯美味しいわ、超ハッピーな時代がやってきました。やっとですよ。22週って遅いと思う。これが16週とか15週でハッピー期間が始まる人もいるのに、私22週ですよ。長かった。友達に言ってもそれ長い方だねみたいな感じだった。その妊娠とか出産経験した子の話では。でもね、ただもっと長い人はもっと長いでいるから、もう本当に個人差だと思います。ただ平均は15から16で終わる人が多いらしい。全くない人もいるしね。羨ましいよ。それめちゃくちゃ羨ましい。ちなみに今もねハッピー期間です。妊娠後期入ったけど中期と同じぐらい食欲もあるし、なんかすごい体調万全だしみたいな。なんか妊娠後期からまた後期座りが始まったりいろいろなんかしんどくなってくる。お腹も大きくてしんどいって聞くけど、私はお腹膨らんではきたけどそんなに重いっていう感覚もないし。で、妊娠23週頃になってくると急激なお腹の膨らみがここから始まります。私が本当にお腹がその下っ腹出たなぐらいじゃなくってお急になんだぐらいで膨らんできたのが23週。多分ちょっと下っ腹出てるなレベルじゃない、ちょっと妊婦さんなのかなって服脱いでるとそう思うぐらいにちょこっと膨らんできました。でね、この23週でお腹の膨らみとともに胎動もさらに激しくなって、なんかねこの頃お腹がすっごい痒くなってきたんですよ。多分乾燥ですね。なんか肌がね、顔もそうか、なんか手もお腹もすっごい乾燥するようになってきて、それぐらいからはねできるだけその妊娠線の予防もうできるだけしっかり塗るように、ここからねしっかりちょっと意識するようになったかな。ハンドクリームとかもこまめに塗ったり、顔のねこのスキンケアもつわりの期間はあんまりしっかりできなかった。パックとかももう一切しなかったしですけど、その分を取り返そうと思って妊娠中期で元気になってからはパックとかもしてちょっとね保湿を気をつけるようになりました。で25週の時にこれね、ちょっとこれはなんか単純に妊婦さん気をつけてなんですけど、家にいたらピンポン鳴ったんですね。で誰か来たわと思って急いでベッドから降りようとしたら布団に足が絡まって、ベッドから頭からガンって落ちて、歯もガッてぶつけて、前歯とか私一瞬折れたかと思ったし、顔もすごいぶつけるし、左手とか左足、膝とあと左骨盤
あたりもバーンってぶつけて、こう左から落ちたんだと思うんですけど、顔も同時に派手に落ちて、私ちょっとすごい不安で、でもね、幸いなことに次の日がちょうど妊婦検診の日だったから、とりあえず明日妊婦検診あるからちょっとそれで様子見しようと思ったけど、でもね、なんかお腹の中で赤ちゃん普通に横になってたら胎動すごいあるから、まあ赤ちゃんは元気に動いてるし大丈夫なのかなと思いつつ、次の日、妊婦検診行ったらなんともなかったんですけど、こう今までベッドからこんな感じで落ちるなんてなかったんですね。よくネットにも書かれてますけど、妊婦さんすっごい集中力とか判断力が鈍るというか、なんか頭がぼーっとしてんのかな。自分ではそんな感覚そんなにないと思ってるんですけど、なんか言葉が出にくかったりとか、普段のフル回転な感じとはちょっと違うなっていう感じがします。よくネットにもそれ書かれてるから、妊婦さんはね、お腹も大きくなってくるのもそうだけど、ちょっと判断力も鈍ってるから、やっぱりね、妊婦さんの期間って運転もそうだけど、できるだけ外出るときはちょっと気をつけた方がいいなって、妊婦さんってあんまり運転もそんなに推奨されてないというか、できればしない方がいいですよっていうの書かれてたりもするから、ちょっと私車は乗れないなと思ったのと、いろいろとゆっくり行動する、あんまり急がずにね、時間に余裕を持っての方がいいなと思いました。でね、肌荒れについてなんですけど、これ妊婦さんになると妊娠期間って肌荒れがひどくなったりとか乾燥がひどくなったりとかってよく言われてて、確かに乾燥はひどくなったけど、そこまでめっちゃやばいかっていうほどそこまでの乾燥ではない。私ね、ニキビとか肌荒れもそんなに出なかった。っていうか、むしろこれあれかもしれない。妊娠してない時って毎日動画撮らなきゃいけないから化粧するじゃないですか。それでたまにニキビできたりとか肌荒れできてたかもしれないけど、妊娠してからもう化粧一切しなくなったから、私それの影響で肌の調子抜群だった。乾燥を除いては特に肌荒れとか吹き出物が全く出なくなった。まあ多分ね、脂っこいもの食べなくなったからとか、そっちもあるんでしょうね。化粧しなくなったのと、食べ物脂っこいものそんなに食べなくなったのと。でも友達の場合はね、もともと混合肌の子がすっごいオイリーになったとかね、吹き出物出るようになったとかいう子もいるから、まあ本当にそれは人それぞれで個人差強いと思うんですけど、全く出ないっていうパターンもあります。私の場合は全く出なくなったパターンでした。で、まあ最後、27週の記憶では最後の週ですね、中期の。この時ね、これは完全に私だけだと思うけど、チーズとタピオカすっごい食べたくなって、チーズ食べるためにトッポギ注文して、チーズ大量3倍掛けとか2倍掛けとかで注文したりとか、まあ食欲も増えてるからねあとタピオカもうすごいね飲みたくなる。なんかもちもちのタピオカと甘いジュースが飲みたくって、でも甘いジュースって言っても甘い紅茶みたいなのがすごい飲みたくって、韓国にはねタピオカチェーン店のゴンチャでもう結構ね毎日まではいかないけど、カフェインあんま取っちゃいけないからちょっと気になってたけど、タピオカのねジャンボサイズを注文して糖度選べるんですよ。糖度をねすごい甘い、普通レベルは 50% なんですけど 100% とか 80% とかすっごい甘くしてもらって、もうごくごくタピオカ飲んでたらタピオカ増量して入れてもらってとかで、もうカフェイン関係で良くないと思うけど、でもネットで調べたらねカフェインの量もその1日に紅茶とかだったら3杯分4杯分までは大丈夫って、3杯分4杯ってそんなには飲まないから1日には。だからまあ1日に1杯をたまに飲むぐらいならいいのかな。たまにじゃないけど週の半分は飲んでるけど結構飲んでますね。でまあこんな感じかな。あとねまあ多分ねこれ皆さん気になる方多いと思うんですけど、妊娠中の体重管理については私は正直ねめっちゃ減っちゃったから、つわりの期間にすっごい体重が 4,5 キロ減ったのかな。なんかそこからね戻さなきゃっていうのでちょっと戻そうと思ってたら、体調万全のつわりが完全に終わって体調万全の期間が来てちょっと増えたんですよ。だからそこから徐々に増え始めて、この話はねちょっと私妊娠後期の体重の話も含めて全部初期から妊娠の出産までの間の体重管理っていうのでまた動画をまとめて出したいから、ちょっと別でお話します。出産後になるのかな、だとしたらもしくは出産直前ぐらいで撮れたらいいかなと思います。はい、まあこんな感じですね。とりあえず今のところね本当に妊娠後期今入ったばっかりなんですけど、すごく順調に赤ちゃんも育ってて私も元気で、まあ、若干ね赤ちゃんちょっと周数よりも小さめっていうのがあるから若干心配なんですけど、病院の先生からはとりあえずそれはもうそんなには問題ではない、むしろ出産の時楽かもねって言われたからもういいのかなと思いつつ、た
ただタンパク質をしっかりとって赤ちゃんをできるだけねお腹の中で育てておいてくださいって言われたので、できるだけね卵とか豆腐とか大豆製品とか豆乳とかをいっぱい取るようにしてます最近は。まあこんな感じで妊娠中期を終えました。よかったらね誰かの参考になれば嬉しいです。で今後のね赤ちゃん順調にね大きくなっていけばいいなと思います。それだけをね、健康な赤ちゃんが生まれることだけを祈って毎日生活してます。はい、健康管理気をつけながら頑張ります。以上、とぎもちの妊娠中期のお話でした。